それどもうだいぶ暑い日なんかもあったりして、皆さん水分補給とかちゃんとぜひねとってください。はい。というわけで今回は砂肝の赤ワイン煮込みとパスタを作っていきます。砂肝は結構スーパーにも売ってるので手に入りやすい食材の一つかとは思うんですけど、あれですね、個人的には焼き鳥に出てくる砂肝が非常に好きで、もしかしたら焼き鳥メニューの中では一番好きかもしれないです。そんな砂肝ですが、スーパーで売ってる場合は基本的に掃除がねされた状態なんですよね。これは楽でいいですね。本来であれば真ん中でこう包丁入れて開くんですよね。そうすると中に砂だったり小石とかが入ってて、それを水洗いなどしてそこから調理に取り掛かっていきます。それで今回は砂肝に対して鶏もも肉っていうのはだいたい半量ぐらいになります。鶏もも肉をね必ず入れなきゃいけないかっていうとそういうわけではないんですけど、砂肝自体が結構あっさりしてて淡白な味わいなんで、鶏もも肉入れた方が味の調整がしやすいかなと思って今回は使ってます。そして作っていくのが砂肝の赤ワイン煮込みなんで、香味野菜もね少し加えますね。カットとしてはあんまり細かくしすぎないでいいと思うんですけど、そうですね、だいたい5ミリ角ぐらいですかね。それで玉ねぎと、人参、あとセロリと、もし余裕があればマッシュルームなど加えても美味しくなると思います。野菜はだいたい肉に対してそうですね半量もしくは3分の1ぐらいまでにとどめて、玉ねぎ3、人参2、セロリ1ぐらいの割合になります。マッシュルームはだいたい今回であれば3、4個になります。ここからはカットしておいた野菜たちをまず炒めていきます。少し多めのオイルですね。だいたい大さじ3ぐらいでしょうか。中火で全体がしんなりとしてこう透き通った感じになるぐらいまで炒めていきます。あとすりおろしにんにくですね。にんにくは刻まないですりおろしました。その方が香りがしっかりと出るかなと思ったので、はい。ただこれはお好みです。一緒に包丁で刻んじゃいたいっていう場合はそれでも構わないと思います。野菜たちはいい感じに炒まったので、次は肉ですね。焼く直前に全体に塩をして、そしてこれ胡椒もね先に黒胡椒もしておきます。これ普段はあんまりやらないんですけど、事前に黒胡椒とか、そういった胡椒をしておくのは焼いてる時に少しこう焦げ感を出したいんですよね。焼き鳥とかにもこうあるじゃないですか、いい感じの焦げ感が。それを砂肝のこの料理にね、反映させたいなと思って、ちょっと気持ち程度かもしれないですけど、でも多分いい感じになると思うんですけどね。あとはホールトマト、これを加えてほんのりと酸味を飛ばしたら野菜の中に加えていきます。今回赤ワイン煮込みに使っていくワインはコルボロッソ、コルボの赤ワインになります。濃厚で凝縮した香りもしっかりとありますし、何より全体的なバランスが非常にいいワインだと思います。これ価格もリーズナブルなんで、飲むのもよし、料理に使うのもよしといった感じですかね。赤ワインの方はそうですね、5分の1以下ぐらいまでしっかりと煮詰めます。水分がだいぶなくなる感じですね。そしたら、煮込んでおいたお肉と野菜の方に移すような流れです。
そして蜂蜜はほんの少し隠し味程度で、赤ワインの酸味を穏やかにするようなイメージですかね。だいたい40分から1時間ほど弱火で煮込んだのがこちらになります。これでだいぶ味は染み込んだと思います。味が決まったらすぐに食べてもいいんですけど、1日寝かすとそれはそれで美味しいので、今回は1日寝かすことにしました。というわけで翌日の昼飯時ですね。早速前日に作ったソースを使ってパスタにしていきます。それで今回使っていくパスタはマンチーニのリングイネです。これはね、たまに使うんですけどうまいんですよね。代々続く小麦生産農家が原料小麦に非常にこだわって作るパスタなんで、だいたいこれを使えばどんなものも美味しくなると言っても過言じゃないんじゃないですかね。それであとはしっかりと塩茹でしていきます。ソースのベースの方にも少し茹で汁を加えて伸ばしておきますね。そして結構バターと相性もいいんでバター加えるといいと思います。お好みなんですけども、だいたい 15g から 20g ぐらいですかね。このバターが赤ワイン煮込みの旨味にこうね、コクを与えてくれるような感じですかね。もうこの時点で十分美味しいんですけど、もしねあったらお好みで柚子胡椒ほんの少量です。ほんの少量でいいんで、これがね、砂肝と赤ワインとね合うんですよね。ソースの方の味も整ったら茹で上がったパスタを加えて、これもねしっかりと合わせていきましょう。ちょっと長めに、そうですね1分ぐらいですかね、味を吸わせていくような感じで合わせます。というわけで盛り付けドレスしていきます。砂肝の赤ワインにも上からたっぷりとかけます。あとは黒胡椒、できれば粗めに砕いたものがいいアクセントになるはずです。うまい。なんかこのプラムのような果実味とスモーキーな香りがすごいいいし、柔らかい親しみやすさみたいなのあるから結構飲みやすいんじゃないかな。うまっ。めっちゃうまい。パスタめちゃくちゃうまい。マシ。砂肝のうまみがすごい効いてる、ね、赤ワインで煮込んでるから風味も格段に上がってる。そしてこのコルボの赤ワインと合わないわけがない。これは砂肝好きにはもうたまらないし、なんなら砂肝苦手な人でもこれめちゃくちゃうまいって思うんじゃないかなね。マンチーニのリングイネ使ってるから、もうこれ使うだけでパスタ全体がなんかレベル上がるような感じはするんだけどね。というわけで砂肝の赤ワイン煮込みとパスタのレシピでした。うまかった。赤ワインとパスタは概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらぜひ見てみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。